楓ちゃん、俺様の胸の中へようこそ。リン、俺様の胸の中へようこそ。むしろ君に毎朝抱きつかなければいけない俺様の身になってほしいね。いやあ、さすがにあれは死ぬかと思ったよ。いくら俺様が頭脳だけでなく運動神経も抜群といえど限界はあるからね。いつきくん、おはようございます。楓ちゃん、おはよう。相変わらずの可愛さはもう犯罪だよね。俺様逮捕しちゃっていいかい？何歯が銀河系外まで浮かんでいきそうなセリフ吐いてるのよ。自分のキャラ考えなさい。まゆみちゃん、おはよう。俺様の甘いマスクには少しくらい歯が浮く程度の言葉がちょうどいいんだよ。まゆみにももう少し胸があったら言ってあげるところだけどね。熾烈に激烈に猛烈にお断り申し上げます。だいたい私くらいに胸が小さい子って貴重なんだから、平均より小さいってことはそれだけ数も少ないってことだし、全体の比率で考えればむしろ売り手市場なのよ。まゆみちゃん、とりあえず転校生に緑葉くんが近づけないようにした方がいいわね。そういえばそんな噂がありましたよね。詳しいことはまだだけど、どうも明日かららしいって話。それも2人ともにうちのクラスらしいのですよ。2人ともですか？とりあえずそれは確かみたいなんだけど。変よな。2人ともこのクラスに好きな人がいて、無理を言って同じクラスにしてもらったなんていうことは。そうそう、そんなどこかのご都合主義的ゲームじゃあるまいし。ですよね。いやー、俺様を遠ざけるっていうことは2人のうち最低1人は女子だってことだからね。そう思ったら嬉しくて嬉しくて、未知の女性との出会いはいつだって喜びと感激のフルコース。それに俺様の勘から言わせてもらえば超極上の香りがするし。よーし、ホームルーム始めるぞ。
つまりだ、10年前の開門以前にも他世界への門は何度か開いていたわけだな。まあいわゆる神隠しの原因だろうとも言われている。そしてそれによって他世界に行き、その世界で子孫を残した者たちも多少ながらいるわけだ。まあうちのクラスにはその子孫がいるからよくわかるだろ。そして開門も3年の期間をもって一度閉じられた。これはその時の開門がかなり無理をした上での実験段階であり、限界に達してしまったからだな。あれ以上の無理をすれば門をつなげている魔力そのものが制御できなくなり、大惨事をもたらす原因になっていた可能性もあったわけだ。そしてその時の実験結果をもとに再度開かれたのが昨年の12月。かなり盛大なお祭り騒ぎだったから、これぐらいは全員知ってるだろ。今回の開門によって一応恒久的に3世界はつながったことになっている。だが空間系の魔法は最も難しいものの一つだからな。楽観はできんと。まあこれが3世界をつないだ門の歴史だ。一般常識も当然なことだし、覚えておくように期末でこれに関する問題間違えたやつ、バーベル付きウサギ跳びやらせるからな。じゃ今日はここまでだ。各自しっかり昼飯食って午後の授業に備えるように。ああ、土、お前はどうせ不要の弁当だろうし、学食センスは関係ないな。ちょっと来い。いやまあ大したことじゃないんだが、お前子供の頃に多種族の女の子と知り合ったりしたか？なんていうか、ちょっと確認をしときたくてな。で、知り合った子なんかいるか？そうか、まあ仕方ないな。なんだ。いや、だからどうしたというわけでもないと思う。ちょっと私的にも頭の痛いことがあってな。とりあえず私からはこれしか言えん。頑張れ。恋愛というものは確かに青春のシンボルだ。避けては通れない輝きだ。だから負けるな。私もできる限りの応援はする。いいか、根性だぞ根性。頑張って生き抜け。最後まで諦めるんじゃないぞ。ミンくん、お疲れ様でした。はい、ですからミンくんは先に。
ですよ。これでも体力には結構自信があるんです。ダメです。リンくんの分まで働くことは私にとって生きがいなんですから。リンくんに荷物を持たせたりしたら私が自分を許せません。それは。じゃあそれでお願いします。じゃあリンくん、早く行きましょう。